こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。3.5 インチフロッピー、マイクロフロッピーなどとも呼ばれていましたよね。現物もね、今日は持ってきてるんですけれども、こういうね、これは Mac 用のウルタエゴですけれども、この大きさが 3.5 インチのディスク、これ使った人随分多いと思うんですけれども、実はフロッピーにはいろいろ種類があって、これよりも前の時代にはこういう 5.25 インチのディスクなんかも使われていました。それからですね、さらに前の時代にはこういう8インチ、もうこんなねうちわになっちゃうような大きさなんですけれども、こういったものも使われてました。僕も随分お世話になったんですけどね、随分大きさも違いますよね。でそれから、ファミコンで使われていたこのクイックディスク、こういったものもありました。今日はこの中でも 3.5 インチフロッピー、これを作っていきます。フロッピーディスクと呼ばれていますけれども、JIS規格ではフレキシブルディスク、 IBM なんかはディスケットと呼んでいました。薄くてまさにフロッピーな樹脂製の円盤を使った磁気記録媒体です。今回作る 3.5 インチフロッピーディスクは1981年にソニーが開発して、英文ワープロのシリーズ35に初めてそのドライブを搭載、記録容量も十分にあるということで、1980年代から1990年代にかけてパソコンを中心にめちゃめちゃ使われました。この 3.5 インチフロッピーディスクをコンピューターで早い時期に搭載して業界を驚かせたのは Apple の初代マッキントッシュです。プロトタイプでは 5.25 インチのドライブが搭載されていたものを急遽 3.5 インチにしたと言われています。それから SMC37 などソニー製品はもちろん次々に搭載していきました。1980年代のうちはまだまだ 5.25 インチが使われていたんですけれども、1990年代はほぼ 3.5 インチになりました。コンピューターというのは時代とともに性能も向上しますが、その進化を一番促したのはネットワークではないでしょうか。LAN、パソコン通信、無線通信、モバイルなどですが、その前の時代にフロッピーディスクがネットワークの役割を果たしていたと思います。人から人に手で渡せる草の根的な情報の広がりを可能にした。ジャングルパークの松本玄斗さんがフロケットというコミケみたいなイベントをやったり、フロッピーマガジンなんてのもありました。ということでできました。簡単そうに見えますけど、今回は基本的にブロックの2層でしかできてないので意外に難しくて、シャッター部分は透明パーツで押さえています。多分これよりは小さく作れない、本物のプラスチックのフロッピーディスク的なものができました。 3.5 インチといえばどういう大きさかご存知ですかね。実はマクドナルドのハンバーガーのバンズの大きさが 3.5 インチなんですよね。手に馴染む大きさということで、ハンバーガーと同じように世界的に広がったのがフロッピーということですよね。来週も作ります。見てください。